NFT でデジタルアートが75億円で落札されたって。ゲームしてるだけで稼げる時代が来るの？意味不明。どうも、飲み屋でスカウトされてデビューした VTuber 講師、ディスコテメテオです。前回、メタバースの時代が来るってことを説明したよね。メタ、超越とユニバース。宇宙を組み合わせた造語、メタバース。インターネットを通じてアクセスする3次元の仮想空間のサービスや、その 3D 空間、バーチャル空間そのもののこと。なんとなくどんなものかってのは分かったけど、実際にメタバースがどんな未来を実現してくれるのかってのが分かんないと、どうやって稼げるのかとか、イメージつかないよね。それに深く関わっていると言われる、NFT とやらについてはまだ何もわからんし、 VTuber としてこれに取り組むべきかどうかいまいちわからないってなことで、今回は 1. NFT って何？ 2. メタバースが実現する未来がどうなるのか。3. メタバースと NFT っていつ流行んの？この3本立てでお送りしていきます。前回の動画ではまだまだ周りの人にドヤ顔できないって思ってた人もいると思うんだけど、今回は安心してくれ。マジで見終わったらドヤ顔できる。だからこそ今すぐこの動画の高評価してもらって、チャンネル登録、メテオ先生の Twitter のフォロー、そしてドヤ顔した後、その人にこの動画のリンクを送りつけたってください。1. NFT って何？ NFT はノンファンジブルトークン。ノンファンジブルトークン。日本語だと非代替性トークン。いや待てなんもわからんと。トークン、そんなものわかるか？その気持ちすごい理解します。だからこそメテオ先生がわかるように説明していきます。この非代替性トークン NFT ってやつはデジタルなもの。デジタルのものに所有権があるよっていうのを明確にするためのもの。考えてみてほしいんだけど、アナログ世界、このリアル世界だと、この教科書俺のとか、このメイク道具私の、この土地は我のみたいに所有権がはっきりしてるの。自分の誰のってのがはっきりしてるんだけど、デジタルなものって今はっきりしてる？ Twitter とかで日々いろんな写真とかイラストがアップされてるけど、すぐコピーとか保存ができるし、無断利用やなりすましが横行してるよね。インターネットが発達した結果、増えてしまった海賊版。音楽や映像、漫画とかの海賊版がなくならない理由が、所有権がはっきりしないんだよ、デジタルのものって。ただ NFT すごいんすよ。こいつが完全に普及すると、その時代が終わるんですよ。なぜか、所有権を証明できるハンコみたいなやつがデジタルで混ぜられるようになるんだよ。この技術が最近たまに目にしたり聞いたりとかするブロックチェーンってやつなんだけど、これは覚えなくていいんですよ。単なる技術の名前だからね。ゲームの必殺技みたいなもんやと思っててください。イラストレーターさんが、この画像を勝手にダウンロードして使うなよ、これが言えるようになるし、証明できるし、そもそもそんなこと言わなくてもいいようになるのが NFT の力なんよ。デジタルの世界で所有権を主張できる、ちゃんと本物だっていう証明ができるの。この動画を見てる人たちは特にクリエイターさんが、私の描いた絵無駄利用されてるとか嘆いてるのを見たことある人も多いと思うんだけど、それがなくなるんだよ。すごくない？これが NFT の力であり、今後全世界にこのルールが適用されていくっていう風に言われてるのね。すでにアート、メタバース、ゲーム、ファッション、スポーツ、音楽の世界では実績があります。この実績が NFT 稼げるって一部の人が騒いでる理由なんだけど、Twitter 社の創業者のツイート、一番最初のツイートが約3億6000万円で買われたりとか、他にもビープルっていうデジタルアートを作ってる人がいるんだけど、その人の作品が75億円で落札されたのよ。ゴッホとかピカソとかさ、リアルの美術館に飾ってある、ルーブル美術館に飾ってあるあれはわかるよ。わかるけどデジタルでしょ？ってなるじゃん、今の価値観だと。でも所有権のハンコ NFT で本物だよ、バチャン、これしかないよ、一点物だよ、パゴーンってハンコが押せるようになると、こういうことが起きてるってことなのよ。だからこの先持ち物の概念が変わってくるんですね。いやそんな金額我々に関係ないですやんって思ってる人、そんなことないんですよ。今までって自分が買った音楽とか電子書籍って買い切りで終わってたよね。でもこれからはそれを誰かに売ることができるような時代が来るのね。ソシャゲでめっちゃ課金してゲットした SSR のメテオカードがあったとする。でも被っちゃった2個はいらんって時、それ売りたくてもさ、今までってあんま売れなかったじゃん。それが合法でできるようになる。 SS レアのメテオカード欲しい人いるよね。いるよね。NFT ってこの人が持ってるよって所有のスタンプが押されるって話したでしょ。ってことは過去に誰が所有していたかってのも残るのよ。データが、履歴が残るのね。例えば、転売された時に誰が転売したかがわかるし、一番初めに売り出した人のデータも残ってるわけだから、その人にも還元ができるっていう設定ができるの。つまり、転売時の売り上げの何%が元々の販売主にも入るような設定ができるの。我々の生活ベースで落とすと、NFT っていうのは何をもたらすかっていうと、1個目、転売屋の撲滅。そして2個目、これまで売買できなかったものができるようになっていく。そして3個目、転
転売が推しへの応援になるんですよ。例えばさ、今ネットで推しが出るイベントのチケット買ったりすること多いと思うんだけど、体調崩してどうしても当日参戦できなくなった。そんな時に誰か推しのことを推してる人にチケット譲りたいって思うと思うじゃん。転売ヤーは嫌。それがきちんと転売ヤーではなく本当に欲しい人に売れる確率が高くなって、さらに転売した時の利益金額に応じて推しへの還元もできちゃうのよ。例えば推しイラストレーターさんに一点物のアイコンを描いてもらいました。でもそろそろ変えたいなと思ってまた新しいものを描いてもらいました。前のイラストを売ることができるんですよ。でそのイラストを売った時の利益が描いてくれた人にも還元できる。もちろんね、NFT って所有権持ってる人を証明するっていうだけのものなので、買い手がいなければ売れないんだけど、デジタルなデータを所有権を証明しつつ売れるようになったってことなの。もう少し発展した話をすると、 NFT ってさっきも言った通り誰がこれを持ってたかを証明できる履歴が残るって話だよね。いくらでどの人がどう売買したかが分かるってことはさ、有名人が持ったことあるデータとかさ、推しが持ったことあるそいつ欲しいって思う人絶対いるでしょ。そういう時に売買される価格が一気に跳ね上がる可能性もあるってこと。例えばジャスティン・ビーバーが買ったことがあるそのアート欲しくない？値上がりしそうじゃない？アートに関しては個人だけじゃなくビザ、クレジットカードを作ってるビザが NFT のアートを1650万円で購入した実績もあんのよ。すでに日本でも LINE メルカリ GMO が NFT の取引所を作ってるのね。私も2022年6月にお仕事で NFT の出品をさせていただき、もうすでにご購入いただいてるんですね。NFT の取引所はまだ仮想通貨暗号資産でしか決済できないところもあるんだけど、だんだん日本円での決済もできるようになってきてますね。ただね、ここで気をつけてほしいポイントがあるんよ。今はバブルみたいになってるんだけど、10年後や20年後にもそのアートに価値があるかどうかはわからないっていうのもあるので気をつけてほしい。2、メタバースが実現する未来。メタバースは前回とこの動画の最初に説明した通り、メタ、超越とユニバース、宇宙を組み合わせた造語。インターネットを通じてアクセスする3次元の空間、バーチャル空間、そのサービスのことなんね。実はメタバースっていくつか条件があるの知ってた？自分がその世界との接続を切っても、電源を切っても、その世界は存続している、永続しているものであること。そして、いつでも誰でもその世界にアクセスできる。他にもいくつか条件があるんだけど、現実世界みたいに自由にそこに行っていろんなことができるっていうのがメタバースってこと。前回も少し話したけど、ソードアートオンラインを例に例えてみようか。ソードアートオンラインの世界って冒険者っていうかさ、探索する人たちがいるじゃん。その人たちがいろんなアイテムとか素材を集めてくるじゃん。それを売るんだよ。そしてその売られたものを加工する職人がいる。職人が作ったものとかいろんなアイテムをお店で売る商人がいる。そして土地が普通に売買される。これ経済活動起こってるよね。その経済活動がメタバースの中ですでに発生してるのね。メタバースは経済を生んでるのね。経済が生まれると何が起こる？仕事になるのよ。つまりゲームしてたら稼げるプレイトゥアーンと言われる時代になってきたのね。メタバースですでに経済活動が行われている、お金が動いている例を紹介するね。一つ目、サンドボックス。二つ目、VR チャット。サンドボックスの話で言うと、マイクラはさ、それぞれのサーバーがあるじゃん。でもサンドボックスは一つの土地、もうさ、地球みたいな感じで、ここの土地がこれバーンってありますで、土地を売り出してるのよ。で、その土地をすでに有名な企業とか著名人が買ってんのね。で、そうなると何が起こるか。そこに都市ができる。建物ができて、都市ができていく。日本でもそうだと思うんだけど、渋谷はにゃー、昔は何もなかったんじゃーとか言ってるけど、今渋谷すごい都市じゃん。ああいうのができてくるんだよね。それが 3D 空間の中でももうすでに発生してるのよ。今何気なく言ったけど、建物、勝手に建つわけじゃないじゃん。そう、3D 建築家がいるのよ。今まではゲームで建築してただけなのに、今後はお仕事でその建築をする人が増えていくってこと。VR チャットの例はどうだろう。新しいワールドがどんどん作られて、アバターが販売されてる数もかなりあるよね。ゲームの中にワールドを作るっていう仕事があったりとか、アバターを作る、つまりファッションのお仕事が VR チャットというメタバース空間、ゲームの中で行われてるのよ。ワールドを作るお仕事なんかで言うと、2022年の5月に日産自動車が VR チャットを使用して新車をお披露目したことを知ってる人もいると思うんだよね。ここで VR チャットで活躍する VTuber さんたちが試乗したりとか、ずっと趣味でワールドを作ってたクリエイターさんが、その日産自動車の新車お披露目のためのワールドを作ったりとかしてるのよ。ここでもお仕事が発生してるよね。さっきも言った通り、すでにメタバース内でゲームの中でお仕事が発生してるんですよ。
他にも、メタバース内でのアバター販売に有名ブランドバーバリーが参入してたりとか、アバター専用のスニーカーブランドが話題だったりとかしてるんだけど、激レアの数量限定スニーカーがすでに数十万円とかで売られてたりするんだって。そのファッション、アバターも、今はそのゲーム内でしか使えないっていうのがあると思うんだけど、メタバースはこの先いろんなゲームで同じアバターを使えるようになっていくんですよ。モンハンで作ったアバタースキンがファイナルファンタジーでも使えるようになっていくとか、作成に手間がすっごいかかる人気のスキンが高額で売買されるみたいな未来が起こるわけ。そこで NFT 来ました。 NFT 所有権を証明してるから、このスキンは自分が作りましたみたいな、生産ディスコテーメテオっていうスタンプがドゴンって押されてるのよ。メテオが売る。で、それがまた転売された時にメテオにも利益が入ってくるみたいなことが起こるわけ。NFT とメタバースって切っても切り離せないってことになんとなく気づいてくれたんじゃないかな。リアル世界で日本に2台しかない超高級車ですとかってめちゃめちゃ高額だし、それがステータスっていう話もあると思うんだけど、今後は世界に3個しかない限定アバターです。はい。めっちゃ高額で取引されそうな気がしてきたでしょ。そしてそれが本物で誰の手を経て今ここにあるのか、今誰が持ってるのかっていうのが分かる時代が来たってことなのね。前回の動画と今回の動画をここまで見てくれたんだったら、 VTuber がメタバースと NFT について知っておいた方がいい理由っていうのは分かったと思うんだよね。そしてこの先メタバースと NFT をきちんと利用することができれば、チャンネル登録や Twitter フォロワーさんが1000人いってなくても十分稼いでいける可能性があるってことにも気づけた人いるんじゃないですか。メタバースと NFT でいつ流行んの言うてさ、結局リアルに勝てないでしょって言ってる人は、そこと違うメリットがあるってことにここまでで気づいてもらえると思うんだけど、ここまでね説明してきてもそれとは違う点でメタバースと NFT 流行る未来見えないとかって人もいると思うんですよ。そうなの。それも正解なの。なぜかまだまだメタバースや NFT には課題があるから、2022年7月の今すぐここからバーって普及しますってわけじゃないのね。メタバースと NFT の課題、1、認知度、2、審査、3、法整備、4、使いやすさ、5、手数料。1個目の認知度については、2022年に入って名だたる企業がメタバースに参入しますみたいなニュースってかなり増えてきたけど、まだまだ親和性が高いのに参入してない大企業もいるわけよ。今後そういった大企業が参画しました、メタバースのこんな事業やりますっていうニュースが一つ一つ増えるたびに、メタバースと NFT が流行る未来がまた一歩近づいたって思っていけると思う。2個目、審査。これ YouTube を例にすると分かりやすいんだけど、最初はさ、誰でもどんな動画でも上げれたし収益も受け取れたわけよ。でも流行るにつれてだんだんと暴力的なものとかセンシティブ判定が厳しくなって精査されてきた。だからメタバースや NFT も今は誰でもどんなものでも出品したりとか好きなワールドを作ったりとかできるんだけど、このあたりの精査審査が整ってくると、流行ってきたなーってタイミングになるってこと。3、法整備。ぶっちゃけこれが一番の課題です。今の日本の法律ではデジタルデータっていう無形物の所有権に関する法律が整備されてないのよ。仮想通貨でめっちゃ詐欺多かったじゃん。これは仮想通貨に関する法整備が追いついてない時にそういうのが横行した結果数が多くなっちゃったんだよね。日本とか特にアメリカとかって株とか債券とかの法律がめっちゃちゃんとしてるからこそ、投資家がかなり株取引をしていて投資先に選んでるのね。これと同じでこの辺が整備されると、もっともっと大企業とか投資家とか有名人が大きいお金を出してメタバースや NFT に参画しやすくなってるのね。法関連でもう一個言うと税金だね。日本はさ、仮想通貨暗号資産への課税がかなりきついって言われてるんだけど、デジタル資産がどうなるか今分かってないのね。だからこの辺が整備されてこないとちょっと手出せないなって人もいると思う。4、使いやすさ。2022年7月現在はですね、ある程度のスペックの PC と VR 機材が必要。そしてアバターを使用するのにそこそこの知識が必要だったりするよね。NFT の取引をしようと思った時も結構分かりにくかったり、日本円で決済できなかったりもする。このあたりはすでに参入している大企業の努力にお願いしますってことになるんだけど、 Facebook から社名が変わったメタ社をはじめいろんな企業が改善に向けて動いてるから、ここが一番最初に課題クリアするかもなって思ってます。5、手数料。クレジットカードってさ、我々手数料なしで使えるけどお店側が手数料をカード会社に払ってるんだよ。他にも YouTube の収益をもらうときに引かれる手数料とか、ネットでお買い物した時の配送料とか、UberEats の手数料、メルカリで売買した時の手数料とかが近いと思ってもらえればいいんだけど、 NFT 取引所の手数料、ガス代は今かなり高いんだよね。だから高額なものしか取引されてないの。これがちょっとした取引でも気軽にできるようになったら加速しそうじゃない？これらの課題をクリアできるのが、2、3年
ぽどかもしれないし、5年以上かかるかもしれない。ただ、数年以内にはクリアされて、スマホがないと生きていけなくなった現代社会のように、メタバースと NFT なしでは生きていけない世の中になっていくかもしれない可能性が高いってこと。そして、我々 VTuber とその周辺にいる人たちは、このメタバースと NFT っていう新しいものに、案外近いところにいて、時代を先取りできる可能性が高いってことも伝わってたら嬉しいなって思います。てなことで、今回のまとめ。バーチャル世界で経済が回る未来が来てる。推しに貢献できる NFT ってすごーい。課題もあるから自分の目でちゃんと見て判断してね。メタバースと NFT が普及すると、我々 VTuber やその周りのクリエイターさんたち、そして視聴者さんたちにはすっごいメリットがある未来になる気がしない？ただ、課題でも明示したように、法整備が整う前に先走る危険性をはらんでいるので、ぜひ自分の目で見て体験してジャッジしながら、メタバースと NFT の普及とともに、この先の未来を楽しんでもらえたら嬉しいなーって見ては思います。なるほど。ダメになった。とか思った方は、ぜひこの動画の高評価、YouTube のチャンネル登録、メテオセタの Twitter のフォローをしておいてください。そして、周りの人にドヤ顔した方は、ドヤ顔した後にぜひ共有からリンクコピーして、SNS へのシェア、その友達に直接送るなどしてもらえたら嬉しいです。あ、最後に、私がこうやっていろんな情報を調べて、それをまとめて動画を作っていられるのは、皆さんの動画視聴による YouTube からの収益や、スパチャやスーパーサンクスなどなどがあってこそです。いつも本当にありがとうございます。てなことで、ちょっと照れくさいんでこの辺でさっさと終わります。第20弾は以上。